なんでパラディドルやるかっていうと、こういうフレーズができるようになるからです。はい、5です。レッスンです。初心者用というか、ドラムを始めた人用に向けて、いよいよパラディドル。みんな聞いたことあるかなとは思います。一応、その定義とかもちょっとしっかりこう説明しつつ、エクササイズフレーズ、今日はやっていきたいかなと思ってます。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。パラディドルというのはもともとマーチングとかで使われてるこうスネアだけをここにぶら下げてタラッタッタッタラッタッタみたいなああいうのをねやるために、作られた手順40いくつとかパターンがあるアメリカンルーディメンツっていうそのね手順ばっかりをこうね記したものがあるんですけど、その中の一つなんです。パラディドルっていうのは厳密に言うとシングルパラディドル、前もねちょっと説明してますが、パラはね交互打ち、右左パラディドルでディドルディドっていうこうね、ディドは片手で2打打つシングルパラディドル、ダブルパラディドル、トリプルパラディドルとあったりとかして、今日やるのはその中のシングルパラディドル、パラディド。パラを1回打つからシングル、ダブルだとパラディド、トリプルだとパラディド。片方の手に強い音符アクセントタ交互で打っていくと、どうしてもこのアクセントの位置が同じ方向にこう同じ手に寄ってっちゃうので、タンタンタンタタンタンタンタタンタンタタタンタンタタ、まあ見栄え的なところもねすごい多分に影響しているとは思うんですが、そういうのも考えながら作られた手順。もともとは発祥がそこなんですけど、それをドラムセットにこう応用していったっていうのがバンドアンサンブルとかサウンドの中でこう使われる理由にはなってきてるとは思います。シングルストロークと片方で打つダブル、これがね合わさってできているので、練習フレーズとしてもめちゃめちゃ優秀と言いますか、今日やるのはシングルパラディドルで右左右右左右左左。これ16分音符なんで、1タッタッタ2タッタッタ3タッタッタ4タッタッタっていう音形の中に入れると2拍で1周していきます。右リードで1拍で左リードになって2拍で1周する感じですね。その中でアクセントって話さっきしたじゃないですか。頭にタッタッタッタ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 、シングルパラディドルとも呼ばれてるんですけど、総称とそのパラディドルの名前が同じなんで、まあスタンダードパラディドルとかストレートパラディドルって呼ばれてることも多々あります。はい、これが頭にある、スタンダードパラディドルで、16分音符の2発目にある手順の名前がディレイドパラディドル。
ディレイドパラディドルで、3発目にアクセントがある手順をリバースパラディドル。これがリバースパラディドル。4つ目にアクセントがあるやつがインワードパラディドル。シングルパラディドルだけでこの4種類があります。ただのパラディドルって1種類の手順じゃなくて、こうアクセントを右左に振るために、どこに入れるかで手順もこう変わってくるフレーズになります。リードする手が右左にも変わってくるのが、これも結構ねミソだよね。基本的に俺も右利きなんで、だから右の方がやっぱ器用だし上手だし、でもドラムってやっぱりこうね左右のバランスが結構大事だったりするんで、上手くなりやすいです。左スタートをやっていくことによってね、左手の精度がねやっぱ低いとドラムもこうねやっぱなかなか上手になりにくかったりするんで、そういう左側のトレーニングにもこのパラディドルっていうのはすごい向いてるんで、もう絶対的におすすめなんですよ。で実際こう実践の中で使っていくってなると難しいとは思うんですけど、こういうことができるようになります。はい、という感じでパラディドルを使うとこういうリズムだったりフィルだったりシングルとダブルがやっぱ綺麗に打ち分けられるようになります。オルタネートだけだとちょっとこうなんか全部強いというかフレーズがこう歌わないというかね、ただ本当メタルエクストリームミュージックみたいな感じで全部強くてナンバーオラーっていうとかだったらもう絶対的にオルタネートの方がいいんですが、強い弱い使いこなせるとやっぱりすごいかっこいいフレーズができるようになるので、パラディドルの練習はものすごいおすすめです。で実際にどんな練習していこうかっていうところなんですけど、ストレートシングルパラディドル、ディレイド、リバース、インワード、これを並べてほしいんですよね。脳のトレーニングにもなるというかね、この練習をぜひおすすめしたいです。1234で並べていくと3打続いたりするんで、並べ方1324で並べます。っていう感じで全部つなげてほしいんですね。体に入ってきたらさらに発展させる感じで、アクセントの位置を右手はフロアタム、左手はタム、移動させてほしいんですね。移動しながらのシングルとダブルの内訳、ダブルはスネアになっていくんですけど、強い音符を移動していく。どんどんスピードも上げていって、しっかりスティックコントロールができるように、弱い強いもしっかり打ち分けてやっていく感じですね。
アクセント移動ね、たまに行きました。で次はこのアクセントの位置をクラッシュ、もう最もアクセントの中でも強いよね。クラッシュ行くってことはもうキックも入れるんだけど、さっきと同じ1、3、2、4で並べてちょっとゆっくりやってます。やっぱ人って強い音符を頭に数えがちなんで、多分クリックが流れてないとわけわかんないと思います。あと遠いところに移動するじゃない。強い音符って戻ってタンタンって正確にちっちゃい音でこうかなりコントロール力要求されるんで、必ず練習してほしいフレーズではあるんですよね。はい、っていう感じです。スピード出てくると16分裏のアクセントって相当難しくなってくるんですけど、自分でも見失わないように、やれるといいかなと思います。はい、いろいろやってきました。パラディドルの定義と基礎やっていく練習やりましたけど、このパラディドル、シングル、ダブル、トリプル、パラディドル、ディドルとか、いろいろルーディメントって言われるのがいっぱいあるんですけど、その中でもこのパラディドルっていうのは、発展させればいろんな練習に使えていくんで、ここまでやったのはあくまでも基礎中の基礎です。ここまでは、みんなしっかりやってほしいかなと思います。スピードを少しずつ上げたり、遅くしたりとかして精度を上げる。強いショットは強い、弱いショットは弱く、丁寧に打てるようになっていってほしいかなと思います。パラディドルやっとけば、比較的もう大体のプレーができるようになると思うんで、いいかなと思います。じゃあそんな感じで頑張ってください。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。1、2、3、4。